年末年始ってどこの国でも一緒だと思っていませんか？ゆっくりして家族と過ごしてテレビを見て終わりかなと、そんなことありません。僕が初めて日本で年越しを迎えた瞬間、みんな新年早々こんなことしてるのと目を疑ったんです。なぜ日本人は締めと始まりに本気なのか、なぜ静かなのにあんなに熱いのか、僕はこれまで韓国で19回、日本で9回も年末年始を実体験してきました。この動画では日本人自身が気づいていない年越し文化を7つに分解して解説します。見終わった頃にはきっと今年の日本の年越しが違うように感じるはずです。一つ目、大掃除。日本は終わらせ方に命をかける国でした。日本で12月末、研究室に行った瞬間、正直びっくりしました。白衣のまま実験する場所なのに、全員が床を磨き、棚を拭き、ピペット置き場まで整えている。教授も助教も留学生も関係なく、まるで研究より先に心を片付けろと言われているような気分でした。洗剤の匂いが立ち込める研究室で思いました。日本人は始め方より前に締め方を極端に大事にする民族なんだと、この時初めて実感しました。韓国ももちろん大掃除はします。キムチ、冷蔵庫を動かして、家具ずらして、家族みんなでやります。でもそれはどちらかというと、春先とか引っ越し前などの切りが良いタイミングであって、新年は自然に切り替わるものという感覚が強いんです。二つ目、初詣です。日本は信じていなくても手を合わせる国でした。元日の朝、正直めちゃくちゃ眠かったです。それでも僕は布団を抜け出して東京都足立区西新井大師に向かいました。駅を出た瞬間、屋台の匂い、白い息、人の波、鈴の音、完全に正月なのに小さなお祭りが開けていました。驚いたのは並んでいる日本人の多くが別に神様を強く信じているわけではないという顔をしていること。日本人は信仰よりも区切りを大切にしているんだなと感じました。韓国では正月に神社やお寺に行く人は少ないです。その代わりにやるのが初日の出、山に登る、海に行く、寒い風の中で太陽が昇る瞬間を見て、今年こそはと願う。場所は自然、相手は太陽なんですね。ちなみに僕は一回もいたことがありません。朝が苦手でですね。三つ目、おせちです。日本は一年の願いを料理に閉じ込める国でした。僕は高校生の頃、日本に住んでいる韓国人の友達の家で年を越したことがあります。元日の朝、テーブルに並んだのは重い箱が3段あるようなものでした。蓋を開けた瞬間、黒豆とか数の子とか伊達巻き、エビがあったんですね。正直、正月からこんな高級料理食べるのと思いました。しかも全部に意味がある。黒豆は豆々しく働く。数の子は子孫繁栄。エビは腰が曲がるまで長生き。料理というより願いの詰め合わせセットです。一年をどう生きたいかを静かに確認するための料理なんですね。おせちを一口ずつ食べながら、日本人って食べ物にここまでストーリーを背負わせるんだと驚きました。韓国の正月はですね、とにかく特区というものがあって、白い餅のスープを食べて、はい、今年で1歳年を取りましたと社会的に認められる雰囲気があります。食べる意味は明快でシンプルな感じですね。4つ目、年賀状です。日本は関係を切らずにそっと保つ国でした。正直に言います。最初年賀状を見たときはここまでやると思いました。住所を書いて名前を変えて一言添えて元日の朝に届かせる。日本人にとって年賀状は近所報告というより生きてます。今年もよろしくお願いしますと合図なんですね。日本の年賀状文化をして、これは挨拶じゃなくて距離感の調整装置なんだと腑に落ちました。手書きって正直めんどくさくないですか？出さなかったら縁が切れたなと思われるかなと悩む気持ちもあるじゃないですか？ここに日本人ならではの情の文化があるかもしれません。会っていなくても連絡を取っていなくても紙一枚で関係がちゃんと続いていることを確認しているかもしれません。韓国ではですね、年賀状を書く文化はほぼありません。連絡を取る人は LINE とか電話で一気に済ませる、そういうものがあったりします。次、5つ目ですね。除夜の鐘です。
日本には街レベルで聞こえる音がありました。ある年末ですね、僕、和歌山を旅行していた時の話です。夜12時を過ぎた頃ですね、ゴーンゴーンみたいな低くて重たい音が腹の奥まで響いてきました。正直最初はですね、うるさくて寝られないなと思いました。宿はお寺のすぐ隣であって、時計見たら24時1分とかの同様中ですよね。街全体が音だけで年越しをしている感覚でした。108回も反応の数だけ鐘を鳴らす。誰かに見せるためじゃない。観光用でも盛り上げようでもない。自分の一年を自分で反省するための音ですよね、それって。今年ちゃんと生きたかと反省している街の人々がいるかもしれません。韓国にも鐘はあります。五神閣というところがあって、大晦日の夜、テレビ中継でカウントダウンと一緒に鐘を鳴らします。国民的なイベントではあるんですが、街の生活の中に溶け込んでいる感覚は薄いです。見たい人がテレビで見るという位置づけですね。6個目、日本語です。日本は言葉で時間をまたぐ国でした。12月の夜ですね、知り合いとバイバイするときには、良いお年をってなって、もう1月1日になったら、LINE もメールも一斉に明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。みたいになりますよね。年をまたぐ前後でちゃんと使う言葉が全部違うんです。しかもこれ全国民レベルで共有されている暗黙のルールですよね。日本人は時間そのものに敬意を払ってるんだなと感じました。年が変わる前に感謝し、後に祝福し、その後の関係まで言葉で予約する。韓国の新年の挨拶はもっとストレートです。聖母マニバドセヨところですが、新年たくさん福をもらってくださいって感じですね。意味は一発です。しかも旧正月がメインなので、連休で家族全員が集合することが多いです。親戚の家を回って軽く頭を下げて土下座してお年玉をもらう、かなり家族イベント感が強いんですね。7個目、紅白歌合戦です。日本は歌で1年の総括する国でした。大晦日の夜、テレビをつけると当然のように流れている NHK 紅白歌合戦。最初は正直なんで歌を紅白に分けて戦わせるんだろうと思いました。不思議でした。でも見ているうちに分かりました。これは単なる音楽番組じゃない。今年一番日本中に届いた声は誰だったかを確認する国民的な総集編だったかもしれません。ヒット曲話題の人懐かしい歌1年分の記憶が音で一気に巻き戻される。あと、紅白で衝撃受けたのは年齢層の幅でした。10代のアイドルの次に50代のベテラン歌手が普通に出てくる。みんなで同じ歌を聴いて同じ空気を吸うんだと思いました。韓国にも年末の音楽祭りあります。でもですね、基本は世代別とかジャンル別ですね。若者向けとか K-POP 向けとかクラシック向けとか、これを家族全員で見るというよりかは、好きな人だけ見てねという感覚が強いです。最後に皆さんに伝えたいことがあります。僕は今年の2月、何者でもない状態でこのチャンネルを始めました。気づけば動画は250本以上でした。朝8時の Mac で編集したりとか、通学中に苦悩したりとか、再生回数が伸びなくて画面を閉じた夜もありました。それでも続けられたのは日本と韓国の文化を大切にして、その感動を誰かに伝えたいと思えたからです。この1年間ですね、本当に楽しかったです。それは全部画面の向こうで見てくださっている皆様の存在があったからと思います。コメント一つ、いいね一つ、静かな応援が留学生の僕を何度も前に進ませてくれました。この恩は間違いなく皆様にあります。私の活動を通じて日本文化は誇らしいな。私たちはこういうのを大切にしているんだなとか、隣の国、韓国にも面白い文化があるんだなとか、同じ地球人として一生懸命生きてるんだなと少しでも感じてもらえたら僕は本当に嬉しいです。皆さんに質問です。僕の動画で印象深かった動画は何でしたか？ぜひコメント欄で教えてください。そしてこれからも長らく一緒に見守ってください。本当にありがとうございます。そして来年もよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。以上、パグでした。アニョン。